やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのハンマードリル HR202D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが HR202D だよ。動作確認をしていこう。今回は不動ジャンクだ。バッテリーを挿してっと。動かないね。とりあえず分解といこう。分解しよう。とりあえずブラシを外そう。ブラシに問題はないようだ。次にホルダーを分解してみよう。ホルダーはスナップリングで固定されている。スナップリングを外すとホルダーを分解することができる。ホルダーの中にはボールが入っている。モード切り替えのつまみはドリルの向こう側反時計回りに回すと取れる。そしたらハンマーケースの4本のネジを外してみよう。ハンマーが抜けた。アーマーチェアはどうやって外すんだろう。ケースはスポッと抜けるようだ。ハウジングを分解するぞ。ハウジングのラベル側9箇所のネジを外そう。ハウジングをパカッとな。これがハンマードリルのレイアウトだ。覚えておこう。磁石を取ってブラシホルダーのネジを外してっと。そしたら回路をまるっと外しちまおう。こいつには IRFP3006 という FET がついているようだ。アーマーチェアの絶縁を確認してみよう。この方法が正しいか少々疑問がなくもないけど、まあ目安くらいにはなるだろう。
とりあえず鉄心との絶縁は保たれているようだ。FET を交換してみよう。新しい FET を用意したよ。丁寧に被覆を剥がしてと。結構がっちりついてるから根気よく外そう。被覆を剥がしたらハンダ付けだ。配線を間違えないよう気をつけよう。そしたら絶縁処理だ。こんな感じかな。ハンマードリルを組み立てよう。まずはハンマーユニットをケースに収めちまおう。ケースにたっぷりグリスを塗ってっと。そしたらハンマーユニットもグリスを足しておこう。ケースはスポッと入るよ。そしたらホルダーを組み立てよう。ボルダーを組み立てたらスナップリングで固定する。そしたらモード切り替えのつまみをつけてっと。アーマーチェアをつけるよ。アーマーチェアはハンマーに刺さってるだけだった。ハウジングを組み立てていこう。まずはハウジングについていた部品をつけていこう。そしたら回路をまるっと収めちまおう。
磁石をセットしてできたかな。ハウジングを閉めよう。ハンマーユニットをハウジングに挿してネジを締めたらブラシを復元しよう。完成。動作確認してみよう。動いた。あれ？動かなくなった。なんでだ？何かが壊れたっぽい。なんだろう。最初は動いたんだからアーマーチェアは大丈夫だと思う。FET は新しいものに交換したし、ブラシも大丈夫だ。あとはスイッチ本体かな。ということで、スイッチ本体を新しいものへ交換するよ。配線を間違えないよう、古い回路から一本一本移植してやろう。スイッチを交換したら復元するよ。今度は動くかな。動作確認するよ。バッテリーをセットしてっと。動いた。モード切り替えもバッチリだ。さあ、試運転といこうか。試運転するよ。まずはドリルモードだ。穴が開いた。次はハンマードリルモード。こっちも大丈夫そうだ。ドリルをチゼルに交換してっと。最後にハンマーモードだ。うん、いい感じ。
さあ、今回の HR202D の修理はどうだったかな？まさか修理中にスイッチが壊れるとは思わなかったよ。まあ治ったしいっか。それじゃあまたねー。